ご視聴ありがとうございます。今回は、とある私鉄が作ったプレミアムな車両のご紹介です。もともと豪華な編成に連結された車両が有する、他の私鉄とは一味違う特徴を、外観から車内に至るまで、そして2種類の車両に隠された進化の歴史と合わせて解説します。異例のローレルショーと、謎の技術で見やすくなった行き先表示器の雅な機能にも注目です。ここは、大阪京都滋賀に路線網を有する大手私鉄、京阪こと京阪電気鉄道の起点、淀屋橋駅です。京阪の路線は大阪側で2つに分かれ、ここ淀屋橋をターミナルとする京阪本線と、中之島をターミナルとする中之島線の2つがありますが、速達種別は基本的に淀屋橋を起点としています。一見すると一面二線に見えて、意外とカオスなこの駅の運用と構造を特集した動画もありますので、概要欄から見てくださいね。日中は1時間あたり、特急と準急が4本ずつ、快速急行が2本の、合計10本となっています。快速急行は特急よりも停車駅が3駅多く、中之島線に乗り入れるものもあります。時間帯によっては他にも多くの種別が運行される京阪本線。そのうち速達性の高い種別では、車両自体も限定されています。到着したのは、1989年に営業運転を開始した車両、8000系です。同年10月、京都寄りの区間に地下線が開通し、特急車両の必要数が増えること、特急を7両へ統一することを目的に、7両編成1本と、旧型の3000系に組み込む中間車5両、合計12両が製造されました。運用開始後、3000系に比べて人気が高いことが明確になり、特急の利用者数自体も大きく伸びたことから、車両は7両編成10本に増やされ、3000系は1本のみになりました。なお、3000系は2008年に8000系30番台になり、2013年3月に引退しています。基本2扉で、車端部以外は転換クロスシート。ロングシートとなっている車端部にもハイバック式のシートが使われており、座り心地に配慮されています。ちなみに、制御方式は VVVF インバーター制御ではなく、渋いモーター音が特徴です。また、特急車両さながらの片開きドアは開閉時も静かで、隙のない車両に仕上がっています。そしてこの内装は、登場から20年が経過した2009年以降に行われたリニューアルによるもの。総額13億2000万円をかけ、座席の生地や床面、扉の周りの内装が変更され、つり革や LCD 表示器などが追加、一部の補助席が撤去されました。これによって快適な車内になっただけでなく乗降がスムーズになり、混雑する時間帯の列車でも運用できるようになりました。あの車端部のハイバックシートも、このリニューアルの時に改造されたものです。一方この車両には、95年に3000系に組み込まれたダブルデッカーが好評だったことから、97年から98年にかけてダブルデッカーが製造され、すべての編成に連結されました。下り方から4両目に追加されたことで、編成は7両から8両になっています。ダブルデッカーといえば JR 東日本の2階建てグリーン車が有名ですが、あちらは追加のグリーン料金が必要なのに対し、京阪のダブルデッカーは追加料金不要。車両の高さの関係上座席の背もたれがちょっと低いですが、2階席からの景色を追加料金なしで眺められるのは破格のサービスです。時代の流れの中で高いサービスを維持してきた8000系ですが、今回のメインは、これらの車両ではありません。この編成の淀屋橋寄りから3両目、6号車に連結されている、この車両。隣の車両とは塗り分けが異なり、シートも豪華な感じ。扉の周りのデザインと真上の文字が主張する、プレミアムカーです。8000系プレミアムカーは、2017年8月20日のダイヤ改正でデビューした車両。他の車両は1両2ドアで座席が横4列なのに対し、この車両はドアが1つで 2+1 の回転クロスシートが並びます。2017年とその前後は、大手私鉄で有料座席指定列車の導入が進んでいた時期で、西武鉄道の S トレイン、京王電鉄の京王ライナー、東急電鉄の Q シートなどがデビューしています。そしてそれらの車両はロングシートとクロスシートの切り替えができるのに対し、京阪のプレミアムカーはロングシートにはできず、それらとは根本的に違います。座席の配置は横3列が12個と横2列が2個、定員は40人。他の車両より大幅に少ない座席数で、もちろん立っての利用もできず、快適性を重視した設計です。
ただしすべての座席にテーブルがついているものの、座席が左右対称でない一方で貫通路が車体中央にあるなどの理由で、一部の座席ではテーブルの種類が異なり、車内の配置図でも印がついています。そしてこの車両には専属のアテンダントが乗務しており、座席がないところの一部はアテンダント用のスペースです。このアテンダントを雇用しているのが、業務委託を受けている ANA の子会社で、航空会社ならではのおもてなしが詰まっています。そして車内では、アテンダントからプレミアムカーグッズが買えます。名板キーホルダーからカップホルダーなど色々あるものの、すべて数量限定で、車両によっては売り切れていることもあるので注意が必要です。早めに買ってしまいましょう。指定券は駅の機械でも購入でき、ホーム上の機械にしては珍しくクレジットカードや QR コードなど色々使えるほか、インターネット上の京阪プレミアムカークラブでも購入でき、両方とも座席を指定できます。料金は区間によって異なり、400円と500円の2通り。淀屋橋からだと、27.7 キロ先の葛葉までが400円、39.7 キロ先の中所島から 51.6 キロ離れた出町柳までが500円です。プレミアムカーが連結されているのは、快速特急、特急、快速急行、そしてプレミアムカー以外も座席指定としたライナーの3種類。去年9月のダイヤ改正でこれらの列車が減便された後も京阪のフラッグシップであり、駅構内には巨大な広告があります。中には日本語がなく、英語などだけの広告もあり、外国人向けのアピールも欠かしません。その座席がこちら。もちろんリクライニングします。二人掛け席の間の肘掛けを跳ね上げることはできず、大きめで肩を包み込む形状の座席そのものと合わせ、プライベート感を重視した設計です。座席が座席なので、背面テーブルは特急型車両と遜色ないものです。現在は感染症対策で非推奨ですが、この座席は回転させることもでき、終点では編成内の他の車両の座席も合わせて自動で転換されます。プレミアムカーの場合は一列置き、それ以外の車両は一斉に自動で転換され、折り返し時間の短縮に役立っています。ちなみにこの種の座席あるあるですが、たまにうまく動かない座席があったりします。そして座席の周囲にもご注目。この同心円の床面は、枯山水を模したもの。枯山水とは、水を使わずに岩や砂などで山水を表現する、日本庭園の様式の一つ。石庭とも呼ばれ、京都ではよく見かけるものであり、窓側の間接照明と合わせて強風な雅さが漂います。そして全席コンセント付きと、気合の入ったサービスです。また、座席の肩にある丸い玉は金色です。そして忘れてはいけないのが、窓下の部分。光の加減で模様が出ているのではなく、もともと波打った模様になっているのです。車内にはこうした部材が使われ、そのこだわりはドアの周りにも現れています。ドア部分の窓は特徴的な半月型で、縁取りの金色とドアの引き込み防止の警戒色を兼ねたような色合いが特徴です。他の車両では銀色になっているドア部分のステッカーも金色で、見れば見るほどこだわりが満載です。淀屋橋の3つ隣、京橋からは本格的な方向別複々線になり、外側線を走る列車を内側から豪快に追い抜いていきます。一見するとどこにも隙がないように見えますが、この車両、何か気づかないでしょうか。それは、これまで見てきた光景に現れています。窓側に並んだ3は、窓の3とカーテンを抑えるための3の位置が合っていないところがあり、その分数が増えています。それは座席自体の配置が窓と合っていないからであり、車両の図面でも表現されています。特に12列目ではそれが顕著で、下り列車ではこの通り。景色だけが座席指定料金の対価ではありませんが、なかなか残念な感じです。この事態の原因は、この車両自体が既存の2号車を改造したことにあります。屋根付きでも明るい高架の京橋駅で、その違いを見てみます。こうして見ると、既存の2号車のドアを1箇所埋めて窓を追加したのがわかります。そのため窓を追加したところで寸法が詰まり、あのような座席が出来上がったのです。8000系はダブルデッカー以外アルミ製車体で、一部分だけレイアウトを変える改造は難しかったようです。ただしプレミアムカーは、ここでは終わりません。序盤のダイジェストなどにもあった通り、プレミアムカーにはもう1種類あります。もう1種類がこちらの車両、2008年に登場した3000系です。同年10月に中之島線が開業するのに合わせ、直通の快速急行用に製造された車両ですが、
その後中之島線系統の速達列車が大減便されたことで、淀屋橋発着の運用が大半となっています。8000系の2ドアに対してこちらは3ドアで、ダブルデッカーはありません。また、8000系では車内に中吊り広告がなく、吊り革もドア前などの一部のみだったのに対し、3000系には中吊り広告があり、吊り革も圧倒的に増えました。1+2 列の3列構成で通路が広く取られるなど、通勤輸送に重きを置いた列車となっています。そしてこの3000系にも、8000系と同じ位置にプレミアムカーがあります。車両の色合いは、8000系が赤なのに対し3000系は青という対照的なものですが、ドア周りのデザインは同じ。一方車体自体のラッピングが異なるらしく、3000系の方が8000系よりも艶感が高く高級感があり、比べてみると結構違います。こちらのプレミアムカーは、2021年1月に導入されたもの。8000系プレミアムカーの運用状況を踏まえ、およそ3年半の時を経て、3000系でもサービスが始まりました。内装のイメージは8000系を踏襲しているものの、天井部分は引き締まった黒になるなど、より洗練された印象になりました。そしてこの車両、8000系の実績を生かしてグレードアップされています。車内の座席のうち、この4箇所はドアの開閉時に外気が入りやすい欠点があるため、3000系ではここにヒーターが仕込まれています。また、インアームテーブルしかない座席が多かった8000系に対し、3000系ではそれらが改善され、快適性が向上しています。それだけではありません。後ろへ向かって進めばすぐわかる。そう、窓割りがぴったり合っているのです。8000系と違い、列番号や向きを気にする必要はありません。3000系のプレミアムカーは8000系とは違い、新造されたものです。一般車とは側面の構造が大きく異なる上、アルミ製車体ゆにドアを埋めたりする改造が難しいのも理由ですが、新造車としたことでレイアウトに自由が利き、座席間隔自体も8000系より広くなっています。そして、3000系の進化がもう一つあります。それが、車外の行き先表示器。8000系では表示器自体を窓の内側に設けていたため、車内のスペースが圧迫され、表示器の映り込みが多い欠点がありました。3000系では、複層ガラスの隙間、16mm に表示器を収めることでスリム化を実現、反射も大幅に減らすことができました。鉄道車両への採用は、世界で初めてです。この動画ではどちらも反射が少ない角度で撮っているので分かりにくいですが、実物を見ると大きく違います。そして3000系の表示器には、8000系のものにはないオリジナル機能があります。そう、駅を発車する際、表示器の一部にアニメーションが入るのです。いろいろ違いのある2つのプレミアムカーを乗り比べして、進化を体感するのも面白そうです。そして3000系プレミアムカーは、2022年のローレル賞を受賞しています。形式のうち一部の車両だけを取り上げたローレル賞は、珍しいのではないでしょうか。10月1日から12月25日までの予定で、記念ヘッドマークが掲出されています。また、乗車券&入場券、オリジナルグッズなども登場し、お祝いムード全開です。8000系の反省を生かして完成度を高めた3000系プレミアムカーですが、一つ気になる点があります。それが、プレミアムカーと引き換えに編成から外れた車両の処遇。この6両は、現在も車両基地に留め置かれています。京阪ではかつて異なる形式で車両を組み替えたことがありましたが、3000系ではその動きはありません。中間車6両はいずれもモーターがなく、仮に先頭車2両を新造して8両を仕立てる場合、新たにモーターを積む必要があるなど、大掛かりな改造が必要です。去年9月には減便ダイヤの改正がされた中、新たな編成を仕立てたり、多形式に連結する必要は薄そうです。3000系プレミアムカー導入時、この6両は廃車の予定はないとされたものの、活用方法は未定ともされており、予断を許さない状況です。この6両にも第2の舞台が用意され、プレミアムカーの活躍に花を添えてくれるといいですね。ご視聴ありがとうございました。